こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで打刻について解説をしていきたいと思います。今はですね、管理職を問わず労働時間の把握というのが義務化されておりますので、どこの会社でも労働時間というのを把握はしているかと思います。それにあたって打刻の勤怠のシステムを使っている会社も多いのではないでしょうか。ただ打刻をしているだけということでルールが明確になっていない結果、未払い賃金が発生をしてしまっているというケースも少なからずあるという状況の中で、今回は打刻のルールの決め方について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、打刻のルールに関してですね、企業でトラブルがありましたので、ちょっと少し事例としてご紹介をしていきたいと思います。そして労働時間における2つの要素、大事なポイント2つをご紹介をした上で、労働時間に関して判断を誤りやすい事例というのを6つご紹介をして、では打刻のルールというのはどうやって決めていったらいいのかといった打刻ルール決定手順について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まず1つ目はですね、こんな事件がありましたということで、労働基準監督署が入った事件ではないんですけれど、某大手の家具の販売店で公になった事例でして、従業員の制服の着替えの時間というのを労働時間から除外をしていたと、そして賃金は当然払っていなかったという事例なんですけれど、この会社、今までですね、従業員が制服に着替えた後で打刻をして始業をしていたと。これが発覚をして労働者との話し合いの結果、着替えの時間を一律5分と決めて1日前後で10分、これを労働時間に含めることにしたということで、ここ未払い賃金の発生ということで、この未払い賃金の部分に関してどのような精算を行ったかというのは公表されていないのでわからないんですけれど、一般的に未払い賃金が発生をした場合、その時効というのは現在当面として3年という形になっております。2020年の4月にですね、時効に関する民法の規定が改正になりまして、従来の2年から5年にはなっているんですが、急に5年に時効を延ばすのは酷だよねということで、労働基準法上、未払い賃金に関しては時効が今のところ3年という形になっています。ただ、もともと5年という法改正がされているので、いずれは5年になると思っていただいても間違いないのかなというふうに思っております。そしてでは労働時間ってそもそもなんだということですけれど、労働時間とですね、判例の言葉を使いますと、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間というふうに定義づけをされておりまして、これを少し砕いていきますと、業務と同士ができる程度に業務に必要な行為であるかという形、そして会社の指揮命令下にある時間かどうか、この2つが重要な要素になってくる。したがって会社の定められた場所で会社の業務に必要な行為を会社が命じている場合には労働時間になるという判断になってきます。このような状況、皆さんの会社ではないかどうかというのを改めて確認はしてほしいと思いますけれど、この労働時間か否かといった判断で誤りやすいところ、よく多い相談を受ける内容について6つほどピックアップしてみました。まず1つ目はですね、準備と片付けということで、ここですね、多くの会社では労働時間か否かと判断悩むところではないでしょうか。ここはですね、その業務の準備と片付けがですね、業務に不可欠かどうかといったところ、そして業務と隣接をしている場所なのかどうか、そういった場所的な要件もありますけれど、これらを判断要素として労働時間が否かを判断をしていくという形。また研修会ですとか会社の行事ですね、こちらに参加した時間が労働時間か否かといった場合には、この研修会や会社行事への参加というのが査定に影響するのか、また参加が義務付けられているのかといったところが労働時間判断のポイントになる。
そして、運送業なんかでは多いんですけど、休憩手待ちの時間ですね、このあたりはですね、業務に関連する脅威を求められるかどうかといったところが労働時間か否かのポイントになってくる。また多いのが時間外労働、これはですね、時間管理不足といったところに関してはリスクがとても大きいといったところ、知りませんでしたといったところ、勝手にやっていましたといったところですね。まずは時間を把握をしていただくのが大切。その上で業務量の調整があるのかないのかといったところですね。特にみなし残業制を採用している会社においてはですね、みなし残業だからといって残業をつけていないケースは多いかと思いますけれど、それに対して業務量の調整をしているのかと、ただそれを把握をして労働時間管理がきちんとできている上で行っているのかどうか、ここがかなりポイントになってくる。またテレワークや在宅勤務に関してはですね、業務と私生活の境界が不明瞭曖昧になりやすいので、このあたりはルール化が非常に必要と。また最近は増えてきましたけれど、中抜けと言われるものですね。特にですね、テレワークと出勤の合わせたようなハイブリッドの勤務においてですね、午前中自宅にいて午後から出勤をするといった場合のその移動ですね、ここに関しましては原則として中抜けになりますけれど、移動中業務の指示を受けているといったような場合ですと、これらは労働時間として判断される可能性が高いという形になります。ではこういった労働時間か否かの判断誤りやすいところに関して打刻のルールをきちんと決めていこうということが必要になってきます。その上で打刻のルールの決定の手順ですけれど、まずはですね、曖昧な局面の洗い出しが、最優先という形になりますので、各自分の会社の勤務状況で不明確なもの、曖昧な状況というのを整理ピックアップすると。よく多いのがですね、掃除の時間、朝の掃除の時間、そして朝礼の時間、こういったところが打刻にどのように反映をしているのかといったところも非常に重要。そしてその上で曖昧なところに関してはルールを明確をして周知をするというのが大事。その上でですね、判断に迷うようなものもあるかもしれませんけど、その場合はですね、きちんと現場からヒアリングをして、もしくはつどつど現場からフィードバックをもらって、曖昧な局面を洗い出しをした上で、その上でルールを明確化をして周知をしていくという形で、必要に応じて改善を行っていくことが大切です。そして最後にですね、打刻システム、勤怠システムの選定ということで、最近はですね、非常に安くいろんな勤怠システムというのが出ておりますけれど、やはりそのシステムの内容ですね、価格だけでは決められない部分もあります。どのようなことができるのかといったところがありますので、その勤怠システムの内容、いわゆる GPS 機能がついているですとか、顔認証ができるなどといった自社に適したものを使っていただければと思います。この勤怠システムなんかに関しましては、最近ではですね、上場審査においては、複数の勤怠システムの併用が求められるというケースも結構増えてきておりますので、必ずしも勤怠システムは一つ入れればいいよというわけではないので、場合によっては複数の勤怠システムの併用というのも検討してもらえればと思います。労働時間の把握と管理については労務管理の第一歩になりますので、こういった曖昧な部分を一つずつですね、ルール化をして周知をしていってほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、最近はですね、ダイバーシティ経営というのがよく叫ばれるようになってきました。いろいろなバックグラウンドを持った方、いろんな性別、年齢、人種の方が入ってくるようになったので、様々な考え方、背景を持った方が労働市場に入ってきているという状況になりますので、ルールの明確化というのをですね、トラブルを未然に防ぐ上では非常に重要と。また、賦課金というのがあります。労働者の請求によって裁判所が裁量によって支払いを命じる金銭なんですけれど、必ずしも賦課金が出てくるわけではない、払うわけではないんですが、最悪ですね、未払い金ですと、同等の金額の支払い義務が、生じる可能性もあります。いわゆる倍額請求という形になりますので、未払い賃金が発生をした場合はそれだけでは済まない可能性があるということも少し覚えておいてほしいと思います。
打刻のルールに関しては未払い賃金の問題だけではなくて、人手不足化において労務管理が不適切な企業というのは人材確保が今後さらに一層厳しくなってくるという形になりますので、まずはですね、勤務の基本的なルールというのを決めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。